吊り下げられるミニボックスポーチの作り方です。内側は裏布がついていて、袋縫いできれいに処理されています。出来上がりサイズは横が6センチ、縦は7センチで、厚みは4センチです。こちらは2つともデコレクションズさんの防水オックスを使っています。接着芯を貼らなくてもしっかりと張りのある仕上がりになるのでおすすめです。普通のオックス生地を使うときは接着芯を貼った方がきれいに仕上がります。材料はこちらです。横15センチ、縦12センチの表布2枚と裏布2枚、あと D カン用に 4×5 センチの布が1つ。ファスナーは12センチファスナーを用意します。表布とファスナーに真ん中の印をつけます。半分に折ってファスナーの裏側に真ん中の線を描きます。表布に D カンをつけます。タブは三つ折りにして 1.5 センチ幅にしてアイロンをかけます。両端に端ミシンをかけます。両端を切り揃える程度にカットします。表布の横が15センチになるように置いて、さっきつけた真ん中の印から下に 2.5 センチのところに印をつけます。真ん中の 2.5 センチ下、ここに D カンをつけます。まず D カンを通さずにこの裏側を上にして端から 5mm のところに縫い付けます。布端から 2.5 センチのところに裏を上にして端から5mm を縫います。D カンを通して折り込みます。ちょうど今縫った 5mm の上に端が来るようにして D カンは上に寄せておきます。このように端同士が合うように合わせて端から1センチのところを縫っておきます。これは測らなくてもだいたい1センチのところで良いです。もう1枚の D カンのついてない方からファスナーをつけます。ファスナーを裏返して真ん中の線を合わせて留めます。ファスナーは開いておいて裏布を重ねます。表布、ファスナー、裏布が重なるように合わせてクリップで留めます。この端の方は後でファスナーを動かしてから留めるので2つ留めて布端から 5mm を端まで縫います。ファスナーを動かします。
表布と裏布を折り返して底を合わせるようにしてから横に引いて端ミシンをかけます。D カンをつけた方にもファスナーをつけます。裏返して D カンは下に折っておきます。真ん中の線を揃えてクリップで留めます。今度はこちらから縫うのでファスナーは閉めたままで良いです。裏布も重ねて表を内側にします。5ミリの縫い代で縫います。ここはちょっと縫いにくいですが、上から押さえるようにして上端を合わせて縫います。ここもちょっとファスナーと D カンがぶつかりますが、後ろまでファスナーを引いて最後まで縫います。こちらも表に返して裏と表を揃えて引くようにして端ミシンをかけます。D カンは下に、ファスナーを少し内側に入れておいて表同士裏同士を合わせます。底を合わせてクリップで留めます。そこに返し口6センチの印をつけます。真ん中ぐらいに6センチ。返し口を開けて1センチの縫い代で縫います。表布の底は端から端まで1センチの縫い代で縫います。縫い代を開いてアイロンを当てます。ファスナーの真ん中と底の真ん中合わせてクリップで留めます。ファスナーの開いた方は片方ずつ留めます。もう片方も内側に寄せて両端を1センチの縫い代で縫います。後でカットするので縫い目は少し小さめがおすすめです。
縫い目の横を 2×2 センチにカットします。ちょっと今回は見えにくいので書くとこのように縫い目があります。この縫い目の横を 2×2 センチカットするので透明定規などを使うと便利です。2センチ ×2 センチ。4つとも同じように書きます。カットするときに線を引くとき外側に引いてるので線の内側を切り取ります。4つとも同じように端からこのように切り取っていきます。切り取ったら返し口から表に返します。一度このように表布が外側になるように返して返し口を縫っておきます。ファスナーを開けて表に返します。角をちょうどカットした線に合わせて指を内側から入れて端を合わせます。裏布と表布を揃えて5ミリの縫い代で縫います。他の3つも同じように内側から手を入れてなじませてから5ミリの縫い代で縫います。4箇所とも縫いました。裏側に返します。袋縫いにしたいので角を一度きれいに出します。指で大丈夫です。裏地の布は縦にストライプを使うと後で縦縫いがしやすいのでおすすめです。まちを描きやすいように一度きれいに縫い代を出すようにして真ん中から 3.5 センチ、7センチの線を引きます。4箇所とも同じように線を引いて縫います。縫う時はこのように真ん中に向けて折っておいて縫うと縫いやすくなります。
箇所とも縫ったら表に返して出来上がりです。このようなセリアで売っているキーホルダーパーツをつけても良いです。